こんにちは、作曲家の夏見るいです。今日は禁断のテーマ、作曲家のギャランティーについて喋っていこうと思います。といっても作曲って人によってお値段に幅がめちゃくちゃあるジャンルだと思うんですよ。実力とかそれに伴う実績でももちろんお値段全然変わってくるんですけど、作曲家も人気商売なところが若干あるので、その作曲家の影響力、もっと言うと広告的価値によってもお値段変わってくると思うんですよね。なので今回は私の場合の料金表をお見せしたいと思います。作曲してる人あるあるだと思うんだけど、お仕事くださいって言ってる割には料金表をバーンって出してる人ほぼいないよね。だいたいご依頼はこちらまでみたいなアドレスが書いてあるだけですよね。まあ私もなんですけど、この前ある人に大体でいいからお値段感が分かんないとファーストコンタクト取りづらいって言われて、本当その通りだなと思って反省したので今回の動画を作りに至りました。値段の付け方の基準とか大体の相場とか、あと発注する時にどんなことを明記しておけば無駄なラリーなくパッとお見積もり表をもらえるかっていうことなんかも話していこうと思うので、よかったら最後まで見ていってください。ちょっと前置きが長くなっちゃったのでもう早速出すんですけど、私の料金表はこんな感じです。曲って言ってもね、歌が入ってる曲をメインに作ってる作曲家の人と BGM とか劇版をメインで作ってる作曲家といるんですけど、私は後者でゲーム BGM とかアニメとかドラマの劇版を作ってる作曲家なので、まずは BGM とか劇版の料金表を出してみました。この後歌物の料金表もちゃんと出しますね。見てわかる通りトラック数が増えるほどお値段が上がっていく感じです。トラックって言ってもね、ピンとこない人いるかもしれないので軽く説明すると、トラック数ニアリーイコール楽器の数っていう感じですかね。トラック数、つまりは楽器の数が増えるほど工程数も多くなるのでお値段上がっていく感じです。例のところに大体こんな曲はこのトラック数だよって書いてるんだけど、多分分かりづらいと思うのでちょっと軽く流しますね。これがね1トラックから30トラックぐらいの感じかな。シンプルなアコギとフルートだけの曲とかピアノ曲とか VTuber さんの YouTubeBGM とかたまに受注するんだけど、これぐらいのトラック数の時もありますね。次が31から50トラックぐらいの曲です。なんかこれぐらいの曲が一番多いかもしれないですね。シンプルな曲ではないけどフルオケってほどでもないよなみたいな曲は大体ここかなっていうイメージですかね。はい、次は51トラック以上、こんな感じですかね。オーケストラの中でも編成が大きかったりとか、あとは尺が長いから単純に楽器の数が増えていってこれぐらいになっちゃうみたいな時もありますね。作ってほしい曲が大体トラック数どれぐらいなのか全然皆目見当つきませんみたいな時は、イメージに近い曲を送ってもらえたらもうすぐ見積もり出せるので、それでお願いしてることが多いです。このトラック数の値段表の中にもいくらからいくらみたいに値段で開きがあるのは、生楽器が必要な時はちょっとお値段上乗せさせてもらいますよっていうのと、あと曲調によって作りやすい曲、作りにくい曲っていうのがやっぱりあるので私にとって作りやすい曲か作りにくい曲かによってもちょっとお値段変えさせてもらってます。これは1分の場合のお値段なんですけど、例えば90秒だった時1分半だったら2分分のお値段をいただいてます。例外としてゲーム案件とかだと結構パッケージで30曲とかゲームの曲丸々お願いしますみたいに言ってもらえる時もあるんですよ。そういう時は30秒の曲もあれば1分30秒とかの曲もあるじゃないですか。なので頼んでもらった曲のトータルの分数でなんとなくお値段を出させてもらってますね。かっちりこれ通りっていう感じではないかもしれないです。 BGM は基本的に買い取りなんですけど、サントラとかに入れるってなった時は印税契約させてもらってます。前にテレビ局が使う BGM のコンペみたいなやつに数曲通った時は制作費というよりは印税契約でした。まあ前なんですけど、未だに数万印税入ってくるからめちゃくちゃありがたいなと思ってます。余談なんですけど、ジングルってやつは FF のタラタタタタタタタみたいなあれですね。曲っていうには短いんだけど効果音ではないかなっていうあれのことです。 SE は1個で注文されることって多分なくて、だいたい30個とか50個とかそれ以上で注文されるので、これは大体の目安っていう感じですね。私フリーランスの作曲家になる前は制作事務所でジングルとか SE とかも作ってたんですけど、その時の値段感が大体こんな感じだったなっていうのを覚えてるので、これぐらいの値段で今もやらせてもらってます。BGM と劇版のお値段はこんな感じですかね。作る側だとどんな情報が必要で何が足りてないのか分かりづらい部分があって、皆さん何か気づいたことがあれば指摘してもらえたら嬉しいです。ここも明記されてないと困るよとか、この場合はどうなんですかとか質問をコメント欄に書いてもらえたら嬉しいです。はい、次に歌物の楽曲の場合の料金表がこちらです。おそらくね、私これプロにしてはかなり安い方だと思いますね。前にね、他のプロの作曲家の方が最低限もらわなきゃいけないギャランティーみたいなことをツイートしてて、それが5万円だったんですよね。5万を切ると時給換算した時に1000円切るぞってことをその作曲家の方は言ってらっしゃって、そうですよね。実際は技術職なので1000円だとあんまりにも夢がないじゃないですか。3000円、4000円、6000円ぐらいは欲しいですよね。最低3000円で5、6000円欲し
しいなって思ってるところがあるので、このお値段にしてます。この動画を作るにあたり、周りのプロの作曲家の方に大体どれぐらいのお値段で受けたまってるか聞いたんですけど、その中でも私はまあ安い方なのかなって思いました。作曲料とアレンジ料を分けてますけど、作曲だけ依頼した場合はどんな状態でもらえるんですかって質問があったんですけど、メロディーとコードはもちろん入ってて、ラフなアレンジがついてるものを渡すっていう感じですかね。編曲の方が作曲よりもお値段が高いのは、編曲には印税がないっていうのと、編曲には結構時間がかかるっていうところからですね。8万からってなってるのは、これは生楽器が必要かどうかっていうところと、あとクライアントさんの予算感によるからですね。予算感っていうのはどれぐらいの売り上げの見込みがあるのかっていうところですね。例えばもうそこそこファンがついてて、出したらある程度回収が見込めますよっていうクライアントさんと、もう駆け出しのアイドルちゃんで自分の財布からお金出しますよみたいな子で同じ値段にしちゃうとちょっと変になっちゃうので、お値段分けたりしてますね。でミックスマスタリングも分けて書いてるんですけど、これミックスもマスタリングもしなくていいですっていう人なんているのっていう感じかもしれないですけど、その場合は大概いつもお願いしてるエンジニアさんがいて、その人に投げたいからデータだけくださいっていう場合ですかね。でその場合はパラデータでお渡しする必要があるので、値段も下に書いてあるっていう感じですかね。前はねパラデータぐらいだったら値段つけないでタダで普通にやってたんですけど、まあ全トラックをチェックしてちゃんと送るって時間取られるなと思ってちょっとお値段をつけさせてもらってます。でもこれも50万以上の案件にパラデータは別料金ですって言わないと思うので、ケースバイケースですね。でもさ、後からこれは別料金ですよみたいなやり取りするのってお互いにストレスじゃないですか。だからなるべく細かく書いてるっていう感じです。でちょっと余談なんですけど、歌物の楽曲を買い取りにするのか印税契約にするかっていう問題ですよね。いろんな作曲家の人が動画にしてますけど、楽曲の印税って本の印税に比べてかなりしょっぱいんですよね。出版は多分 10% だったと思うんですけど、楽曲については 0. 何パーとかなんですよ。もちろん大ヒットしたりとかタイアップがついてたりとか、もうめちゃくちゃ人気アイドルとかだったら今でも印税って結構夢ある話だと思うんですけど、大概の場合はもしかしたら買い取りの方が回収率いいかもっていう感じではあるんですよね。でもさ、どうせ大して売れないから買い取りでいっかみたいなのが増えてくのってあんまりいい雰囲気ではないなって個人的には思っているので、何にも言われなければ印税契約させてもらってて、もし相談があれば買い取りも検討できますっていう感じです。最後作詞が編曲とか作曲よりも安いのは別に作詞が楽だからとかじゃなくて、私が作詞家ではないからですね。作曲家でも歌物作ってる限り作詞する機会ってまあまああるんですけど、とはいえ実績が作詞であるわけじゃないのでこのお値段にしてます。あとは備考に書いてあるのはベースの料金はお値段に含まれますとか、私ベーシストなのでそういうことが書いてありますね。あとここには書いてないとっても大事なお金の話なんですけど、リテイク料について、これは本当よくあるトラブルランキング3位以内に入るんじゃないですかね、クリエイターの皆さん。私は特にリテイクの回数制限とかお値段は別途いただいてないです。でももう進行しちゃってる状況で打ち合わせもしたのに、根本から設定が変わるようなリテイクとか、参考にしてた曲がそもそも違うのに差し替わりましたとかだったら半額いただくようにしてます。でもそういう 100% クライアントさん都合でちょっと作り直しに近い状態のやつだった時って、大概向こうから別途料金必要だったら言ってもらえますかみたいなことを言ってくれることのが多いですね。リテイクの回数制限とか料金をいただかない代わりに事前のミーティングをめちゃくちゃちゃんとやらせてもらってますね。この作り始める打ち合わせではてなって思ったところをちょっと何言ってるか分かんないけど後々すり合わせていけばいいかとか思ってるとめちゃくちゃ大事故につながるので、打ち合わせ大事にしてますね。はい、どうだったでしょうか。思ったより安いとか高いとか、こんな場合はどうなんだとか、それはどうなんだみたいな意見があったらコメント欄に書いてもらえたら嬉しいです。料金表は大体の目安っていう感じで、これより安かったとしても自分のための糧になりそうだなとか思ったら受けたりしますね、もちろん。でもね、これも経験上安請け合いしすぎると思ったより大変だった時に、なんで私がこんなことをしなきゃみたいな気持ちになったりとかして闇落ちするので、最近はこの料金表通りぐらいにやってますかね。もし皆さんが作曲家に見積もりお願いすることがあるとしたら、ファーストコンタクトでイメージに近い曲、使用用途、秒数、納期を伝えると話がめちゃくちゃ早いと思います。入ってきた見積もりが全然予算感に合わなかったとしても、すいません今回はちょっと予算に合わないのでまたお願いしますみたいに言えばもう誰も気にしないと思うので、本当に気軽に声かけてください。このチャンネルで音楽好きがゆるく楽しめる動画をこれからも発信していくので、よかったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。またねー。